皆さんこんにちは、長松です。ご視聴いただきありがとうございます。またお久しぶりの投稿になってしまいましたね。これがおそらく最後の動画です。タイトルの通り動画編集の仕事を辞めました。何も言わずにね、YouTube から消えてもよかったんですが、最後までリアルを伝えようと思って動画にしました。これまで仕事のことに関してたくさん話してきたにもかかわらず、このような結果になってしまい本当に申し訳ありません。動画編集を始めて、2年半かな。で、このチャンネルは、実質1年ぐらい、短命でしたね。辞めた理由はシンプルに私の覚悟が足りなかった、努力が足りなかったということです。もちろんフリーランスも辞めました。だから稼げなかったです。稼ぎ続けられなかったです。一度気持ちが離れてしまうと、やる気を取り戻すことは難しくて、辞めるという決断をしました。動画編集が楽しかったらお金を稼げなくても夢中でできるじゃないですか。これまで気持ちで乗り切ってきた部分は大きかったので、継続は無理だと判断しました。やらなきゃだけの義務感では無理でしたね。スキルアップのために勉強すると思うんですけど、そこまで頑張れないっていうか、動画編集に限らず副業とかね、ビジネス系の発信内容の軸はいかに稼ぐかじゃないですか。もちろん稼ぐためのノウハウはみんな知りたいことだし必要だと思います。でも動画編集という手段を使って稼ごうと思っていると、私は何のために動画編集してるんだっけって思っちゃったんですね。自分のやりたいことじゃなくて、求められることを突き詰めても、何を基準に動いているのか、何を目的にしているのか分からなくなったっていう感じですかね。ごちゃごちゃ考えすぎだと思うんですけど。それとですね、動画編集に関する発信もやめようと決めた理由は明確にあって、最初の動画を見返してみて気づいたんですけど、このチャンネルに動画を投稿していくたびに自分の実力に見合っていない発言をしていると、だんだん違和感が湧いてきました。発信するからにはね、何々かもしれませんとかね、個人的に思いますとかね、文末をゴニョゴニョごまかさずに〇〇ですとね、言い切るべきなんです。そうしていると、視聴者さんに向けて努力不足とかね、言い切るたびに自分はどうなんだよって言われると答えられません。もちろんね、嘘を言っていたわけではないんですけど、視聴者の方にね、こうすべきとかね、話しているくせに自分はできていないっていうかね、自分の発言と自分の実力とのこの乖離ができてきて、罪悪感が増えてきて、それに耐えられなくなった感じです。このチャンネルをね、やめる理由はこれです。じゃあ動画編集頑張ればいいじゃんと思うかもしれませんが、無理かなと思いました。最後に皆さんに伝えたいことが3つあります。最後までめっちゃ喋りますよ。一つ目は、動画編集に限らず、ライティングとかデザインとかね、スキルを身につけて自分の力で稼ぎたいと思う方は、もう絶対の絶対副業から始めてください。これもね、最初の動画で話していると思いますが、稼げない時期にね、耐えられるメンタルの強さと貯金が必須です。動画編集をね、アドビとかね、課金する必要があります。二つ目、挑戦する一歩を踏み出せない期間が長ければ長いほど踏み出せなくなります。先延ばしをすればするほど動けなくなるんです。いつまでも損しない、失敗しない方法を探している人は実際行動した人に勝てません。これもね、他の動画で似たようなことは何度か話していると思います。悩む時間がね、長ければ長いほど、決断に時間をかければかけるほど、結局やらない方を選んでしまう。思い当たるところがある人は多いんじゃないでしょうか。先延ばしをすればするほどね、動けなくなるので、決断力というかね、覚悟が必要ですね。それと何かの動画で車の運転の例えを話したと思うんですけど、どれだけ運転の知識を知っていても実際に運転しないと運転できるようには絶対ならないということです。教習所を卒業して試験を受けて合格して免許証を取得できたとしても、いろんな道を走って身につく実践的な運転のスキルはスクールを卒業した後ですよね。だから動画編集講座を受けたりスクールで学んだりしても、卒業した後努力し続けられるかが大切です。だからこの講座を受けたからうまくいったっていうことではないんです。ペーパードライバーになっちゃいますよね。私はその実践する努力が継続できませんでした。最後の3つ目は、動画を見るってどうしてこっちの見るの漢字を使うんでしょうか。私はね、ずっと疑問に思っていたので最後に言いたいです。手持ちのね、国語辞典と、AI に聞いたりして調べてみると、こっちの見るが適切だと思いました。動画を視聴する、動画で情報収集をするという意味ではこっちの見る、芸術的な映像を鑑賞するという意味ではこっちの見るが自然だと思います。テレビのテロップはね、両方見たことがあります。最近ですね、教養としての映画っていう本を読んだんですけど、映画を見るはね、すべてこちらの見るが使われていました。映画でも一般的にはこちらの見るが使われると書かれていましたね。どうなんでしょうか。最後にね、ずっと抱えていた疑問を言えてスッキリしたところで動画を終わりましょうかね。
私と同じように動画編集者として頑張ってきた方、もしくはこれから頑張ろうと思っていただいた視聴者の方のね、期待を裏切るような形になってしまい、本当に申し訳ありません。動画編集の仕事は辞めたわけですけど、動画編集からね、全く離れたわけではなくて、自分の YouTube チャンネルもあるし、このチャンネルじゃないですよ。別のチャンネルがあるんですけど、そのチャンネルがあるし、他の動画でちょっと話したような気がしますけど、知り合いからね、動画編集の仕事や画像の加工とかね、頼まれることがあるので、Adobe をね、解約したわけではありません。でも、更新するかはわかりません。Adobe 高くなったしね。短い期間でしたが動画編集をね仕事として続けてみて自分の得意なことを考えてみるとフリーランスっていう働き方じゃなかったし動画編集ではなかったのかなと思いました。フリーランスで自分をアピールして仕事を取るのが当たり前じゃないですか。営業してなんぼみたいな。私は前に出るのが無理で自分が主役っていうのが無理。裏方のタイプなんです。YouTube で発信しておいてなんなんですけどね。でもね、そんなマインドだから辞めることになったんですよ。フリーランスって特にずっと成長を求められ続けるというか、ずっと最新情報についていかないといけない。ずっと向上心を持ち続けないといけない。なんか煽られてるみたいな。これがちょっと息苦しくなってきたっていうか、辞める理由をね、一言で言うとそんな感じです。何者かにならなきゃいけないみたいな、何かを成し遂げていないと、稼げていないとダメみたいな焦りがあったんですけど、今思えばね、そんな必要はなくて、他人の基準にね、合わせていただけかもしれません。2020年くらいかな。から副業でブログを始めて、ずっとフラフラしてきて、一周して落ち着いた気がします。短い期間でもね、フリーランスを経験してよかったなと思いました。自分にはね、不向きだと分かったからです。向いていないって言うと嫌なことから逃げる言い訳みたいに聞こえると思うんですけど、売り上げが伸びているにもかかわらず、なんか調子がいい時でも向いていないかもなって思っていたんですね、実は。向いていないってなんか違うな。向いていないって厚かましい気がする。シンプルに能力不足、努力不足です。これまでいろんな講座や情報商材と呼ばれるものを購入してきましたし、コミュニティにも所属してきました。でもね、全部リセットしようと思いました。何なんでしょうね、妙な焦燥感と罪悪感みたいな。何かやらなきゃみたいな。そんな気持ちがずっとありました。いろんな情報や他人の考えを取り入れて、トレンドとかね、誰かの目標に流されて、自分の意思で動いているつもりだったのかもしれません。動画編集っていう手段ばっかり追いかけてどうなったっていう感じですかね。手段をどれだけ極めたところで目標がなかったら意味がない。目標から逆算して動画編集っていう手段を選べば、迷子にはならなかったのかなと思います。なんで動画編集を始めたのかと思い返してみると、自分のスキルで稼ぐ力を身につけたかったからなんですけど、これだとぼやっとした目標だったのかなと思います。仮に YouTube チャンネルを立ち上げることになったから動画編集もできるようにしようなら、はっきりとした目的があって悩む余地はないですよね。正直自分は負けたので、成功している人っていうか、自分が諦めた道をね、進んでいる人を見ると嫉妬してしまうと思います。何をもって成功と言えるのかっていう部分はあるんですけどね。私は挑戦することを諦めて自分ができそうなことに逃げました。短い間でしたが、個人事業主をね、経験してみて、会社員とかね、雇われていた時は見えなかった自分の力不足がね、売り上げに反映されて、実力と実績が丸見えになるみたいな、そんな感じでした。他の動画でも話したと思いますが、動画編集者の方でね、余力がある方はぜひ自分の YouTube チャンネルを作ってみるといいと思います。自分の好きなように編集できると動画編集を嫌いにならないと思いますし、いい自己 PR になります。動画編集者として活動していなくてもね、私 YouTuber なんだよって言えます。実際ね、このチャンネルにも問い合わせ来ましたよ。こうやってカメラに向かって喋ること、顔出しして発信すること、動画編集者として活動することも全部含めて、もちろん最初は一歩を踏み出すのにめちゃくちゃ抵抗があって悩みましたけど、そのね、負荷があったからこそ成果が出ると嬉しいし、始めてみてね、失敗とは言わないですけど、進んだ道を立ったわけですが、始めたことに対してね、後悔は全くありません。自分で決めてね、始めたからです。むしろね、できることが増えて嬉しいですね。最後に、これから動画編集とかね、スキルを身につけたくて何かに挑戦する方に向けて、私が言えるアドバイスを一つ言います。学ぶ順番をね、考えるべきだと思います。有益な情報を手に入れたところで、その情報を受け入れて活かせるスキルが伴っていないと意味がないと思います。いつかはね、役に立つかもしれませんが、
例えば動画編集の初心者なのに知らないと損するマーケティングみたいな、マーケティングの知識を得たところで役に立たない。その前に動画編集がちゃんとできるようにならないとダメですよね。役に立ちそうな情報を知りたいっていうより、今知っておかないと後で損するみたいな心理をつかれて、何でもね、取り入れようとしてしまうところはあると思います。私はね、すべて自分に必要な情報に見えてしまって、なんか簡単に感化されてしまうっていうか、情報のね、取捨選択ができなかった部分はありました。まとめるとよく耳にするあれですよ。正しい努力をする。努力の方向性が大事ってやつですね。なんだか負け惜しみみたいな動画になってしまったような気がしますが、今のね、素直な思いを話してみました。動画編集者としてフリーランスとして稼げないまま終わるのは悔しくて続けていた部分もありますが、うまくいかないことなんてね、これからもたくさんあると思うので、何を大事にしたいかってことですかね。人生積んだわけでも終盤でもないですよ。私の場合何を優先すべきかを考えたら、フリーランスや動画編集ではなかったのかなと思います。ただね、これまでの経験からも言えますが、一度壁にぶつかってその壁を乗り越えようとせずに諦めたら、また同じような壁にぶつかる。これは確かだと思います。仮にね、また私が個人で活動するようなことがあれば、また同じことで悩むと思います。また、このチャンネル、どうしましょうかね。過去のね、動画を見ると、黒歴史みたいで、もうめっちゃ消したくなるんですけど、YouTube をやってみたいという方にとっては、こんな動画でいいんだっていうね、一歩を踏み出す勇気になると思うので、ひとまず残しておきます。これまで動画を視聴していただき、応援していただき、本当にありがとうございました。バイバーイ。